昔々のお話です。都の近くに竹取の翁と呼ばれるおじいさんが住んでいました。おじいさんは毎日山へ出かけては竹を取ってきて、ざるやかごを作り、細々と暮らしていました。ある日、おじいさんがいつものように竹やぶに入ると、根元がぼーっと光る竹が一本ありました。不思議に思い、その竹を切ってみると、中には小さくてかわいい女の子が入っていました。おじいさんは驚きながら、はあ、きっとこの子は神様が授けてくれたに違いないと家に連れて帰りました。かわいい女の子を見て、おばあさんも大喜びです。子供のいない2人は女の子にかぐや姫と名前をつけ、大切に育てることにしました。それからも不思議なことは続き、おじいさんが竹を切るたびに中から小判がザクザクと出てきました。おじいさんはお金持ちになり、大きな屋敷を建てました。小さかったかぐや姫もみるみる大きくなり、3ヶ月も経つ頃には美しい娘に育ちました。その美しさは輝くほどで、屋敷の周りにまで澄んだ光が満ち溢れ、おじいさんとおばあさんはかぐや姫のそばにいるだけで心が安らぎました。かぐや姫の噂は遠くまで広まり、何人もの男の人がかぐや姫をお嫁にしたいと屋敷にやってきました。しかしかぐや姫は姿を見せません。誰とも結婚する気はなかったのです。それでも諦めない5人の身分の高い男たちがいました。5人があまりに熱心なので、かぐや姫は仕方なく会うことにしました。かぐや姫の美しさにため息をつく5人に、かぐや姫はこう言いました。私が頼んだものを見つけてきたら、その人の妻になりましょう。それはどれも探してくることがとても難しいものでした。かぐや姫は5人が諦めてくれるのを望んでいたのです。1人目の石造りの巫女は、天竺にあるというお釈迦様が使われた石の鉢を頼まれました。しかし、はるか遠い天竺まで行けるはずがないと、旅へ出たふりをして身を隠し、どこかの山寺にあった古い石の鉢を持ってきました。これこそお釈迦様の使われた鉢です。その鉢を見て、かぐや姫は首を横に振りました。お釈迦様の鉢は光っているはずです。一体どこの山寺にこんな見事にすすけた鉢があったのでございますか？簡単に嘘を見破られてしまい、石造りの巫女はすごすごと帰っていきました。2人目の倉持の巫女は、蓬莱山にあるという玉の枝を頼まれました。根が銀、茎が金で真珠の実がなる木の枝です。倉持の巫女は船に乗り、遠い蓬莱山へ行ったように見せかけて、腕のいい職人に偽物を作らせました。本物そっくりな枝が出来上がると、さも旅から帰ってきたばかりのような姿でかぐや姫の家にやってきました。その玉の枝があまりにも見事だったので、かぐや姫は結婚を断れず困ってしまいました。さらに倉持の巫女が玉の枝を取ってくるのがいかに大変だったかを話していると、職人たちが押しかけてきました。巫女が残りのお金を払わないので取りに来たのです。これで全て嘘だということが分かってしまいました。3人目の安倍の右大臣は、唐の国にあると言われるひねずみの皮衣を頼まれました。右大臣は大変なお金持ちでしたので、唐の国へ行く商人にお金を払い、買ってくるように頼みました。しばらくして皮衣を手に入れた右大臣は大喜びでかぐや姫の家に向かいました。それを見たかぐや姫は、本物なら火にくべても燃えないはずです。と言って火の中に入れました。
すると皮衣はメラメラと燃え灰になってしまいました。恥をかいた右大臣はがっかりして帰っていきました。4人目の大納言大友のみゆきは竜の首にあるという五色に光る玉を頼まれました。大納言は自分の力で取りに行こうと船に乗り海に出ましたが、途中でひどい嵐になり、船は木の葉のように揺れて沈みそうになりました。もう竜を捕まえたりしないから嵐を沈めてください。大納言は思わず手を合わせて叫びました。船はやっとのことで港へたどり着きました。大納言はそれっきりかぐや姫のところへは行きませんでした。5人目の磯の神中納言が頼まれたものはツバメの巣の中にあるという小安貝です。中納言は一人でカゴに乗り、ツバメの巣がある高いところへ登っていきました。見つかったぞ。早くカゴを下ろせ。家来たちが慌てて綱を引いた途端、カゴがひっくり返り、中納言は真っ逆さまに落ちてしまいました。それでも小安貝らしきものは離しません。でもよく見たらそれはツバメの糞でした。中納言は大怪我をして寝込んでしまいました。気の毒に思ったかぐや姫はお見舞いの手紙を送りました。こうして結局誰もかぐや姫をお嫁にすることはできませんでした。かぐや姫の噂は時の帝にまで届きました。帝は使いを出し、かぐや姫が帝にお仕えすればおじいさんを身分の高い貴族にすると伝えました。話を聞いたかぐや姫は泣き出してしまいました。私はこの家を離れたくありません。少しでも長くお二人のそばにいさせてください。どこにもやりはしない。わしらはお前の幸せだけを願っておるのじゃ。おじいさんは帝からの申し出を断りました。帝は余計に会いたくなり、狩りの帰りにかぐや姫の家に立ち寄ることにしました。姫の美しさは思った以上で、そばにいるだけで心まで清らかになるようです。帝はかぐや姫にすっかり心を奪われました。さあ、私と一緒に都へ行こう。私はこの国のものではございません。たとえ帝のお言葉でもそれはできないことでございます。それでも帝はかぐや姫のことが忘れられず手紙を送り続けました。かぐや姫も心を込めて返事を出しました。やがて3年の月日が流れ、その年の春の終わり頃からかぐや姫は月を見てはため息をつきながら涙ぐむようになりました。心配したおじいさんとおばあさんが訳を尋ねても答えません。やがて8月の十五夜が近くなり、やっと口を開きました。私は月の国のものです。次の十五夜に月の都から迎えが来ることになりました。私はおじいさんとおばあさんにお別れするのが悲しくて。おじいさんとおばあさんは嘆き悲しみました。そしてとうとう十五夜になりました。おじいさんは帝にお願いして屋敷の周りを2000人の兵士で守ってもらいました。かぐや姫は屋敷の一番奥の部屋にいて、おじいさんとおばあさんがしっかり守りました。やがて真夜中になり、眩しい光とともに天女たちが舞い降りてきました。兵士たちは弓を構えましたが、誰も動くことすらできません。その時澄み切った声が響き渡りました。竹取の翁、長い間かぐや姫を育ててくれてありがたく思っています。でももうかぐや姫は月の都へ帰らなくてはならないのです。すると締め切っていた戸が音もなく開き、かぐや姫は引き寄せられるように外へ出ました。おじいさんとおばあさんは引き止めることもできず、ただじっ
と姫を見上げているだけでした。お待ちください。羽衣を着るともう地上の人の心がわからなくなってしまいます。その前にかぐや姫はおじいさんとおばあさんに今まで育ててくれたお礼を言い、帝への別れの手紙を渡しました。そして羽衣を着ると振り向きもせずに空を飛ぶ車に乗り込みました。月へ行く車をおじいさんとおばあさんはいつまでもいつまでも見送っていました。